正直こうなると、だから何もしようがないというか、会社の評価も最悪になる。そういうところに気をつけて、仕事やってくれますか、残りの期間。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。社長、今日は少しデリケートなお話なんですけど、よろしいでしょうか？全然いいよ。最近ですね、辞めたいというスタッフがいるんですけど、なんかいい方法とかありますでしょうか？辞めたいって言われたけどいい方法ってどういうこと？だからあれでしょ？会社を辞めたい人に対して、支店長として、マネージャーとして何すべきかと、どうするべきかみたいな、こんな話？そうですね。一旦さ、もう辞めたいって言われちゃったら、人ってさ、結論として辞めたいって言われましたってなったら、その前にやっぱ意思決定が多分あるわけだね。意思決定をして言うじゃん。で意思決定の前には多分悩んだり考えたり思考のところがあって、すごい単純に言うとだから考えて、決断をし、選択をして、それを伝えますっていうフローじゃん。今もう伝えますの段階でしょ？はい。まずどの段階ですかっていうのを確認しないと。辞めたいと考えてるんですなのか、もう辞めますって決断選択した後なのか、この前なのか後なのかは結構変わってくるんですよ。だからここで言うとだから両方喋るけど、正直決断としてもうされてしまっていて、最後もう伝えられたみたいな感じだとあんまり打つてないから一旦話聞くよね。話を聞く。はい。普通にシンプルにじゃあ俺が言われたら、そうかと。なぜだと。理由。あとはまあ正直、じゃあいつで考えてるんだとか、そういう話。でも、もう本当に決断した後だなと思ったら、ここのタイミングってあんまり何言っても結構変わんないんだよね。もう自分で決断しちゃってるから。だから、正直こうなるとだから何もしようがないというか、正直この話の中ではもしひっくり返せそうな可能性があるんだったら考えるっていうのは1。その話を聞きながらね。はい。2つ目はもう正直ちゃんとやめさせるためにどうするかだけですよ。ちゃんとやめさせると。はい。もう一回けど、決断をした後に伝えられた。この決断揺るぎないだろう。決断した後に伝えられました。したら1。その意思決定をひっくり返せないかを検討します。話を聞きながら。もちろんひっくり返せそうだったら頑張ればいいよ。2つ目は、もうそれでもやっぱこれ覆らないなと思ったら、ちゃんとやめさせるためにはどうしたらいいかを考えて話すこと。1個目からいくと、ひっくり返せそうだと思ったら話さなきゃいけないんですけど、一つ気をつけなきゃいけないのは、これ良くないなと思うことをやってしまう人がいて、例えばですよ、辞める理由の中に、給与がもうちょっと高いところあったんでっていうと、じゃあ例えば、その同じ給料にしたらうち辞めないのね、みたいな発想になって、じゃあ俺らも給料上げるよ、だから辞めないでって。これを安直に言っちゃう人いるのね。これって何が注意しなきゃいけないかっていうと、事実としては辞めるって言ったら給料上がりましたって事実を作っちゃうわけ。そうするとそれ学習しちゃうでしょ。で給料に気に入らなくなったら辞めるって言えば交渉してくれるっていう学習をさせちゃうと、給料に不満を持った時いつも辞めるっていいですよ。これはもう悪いフローになっちゃうし、でこれ他の人も知っちゃうんだよね。あの人辞めるって言ったら給料上がったらしいよ。俺も言ってみようかなみたいな。組織としては最悪な方向に向かうんですよ。だから仮にじゃあどうしても理由があって引き止めたくて、それひっくり返せそうだな、給料だけだと、給料がネックだとするんだったら、ちゃんとやっぱ理由付けなきゃいけないんですよね。理由付けとコミット取らなきゃいけないんですよね。やっちゃいけないのは安直に、じゃあ給料うちも上げるよ、だからやめないでっていうことは避けた方がいいと。ここが注意ポイントですね。2つ目、これちょっと覆らないなと、この意思決定となったら、ちゃんとやめさせることをしなさいと。でも理由はいろいろあって、一つは人間まだ未熟だと、特にうちなんかほら若い人多いじゃん。はい。あなたも若いけど、もう辞めるって決めた後に仕事が雑になる人が多すぎるんだよ。そうですね。俺は辞めるからいいんだよ別にみたいな。会社が汚かろうと俺辞める会社だから別に汚くても大丈夫だとか、別に乗ってるトラックも別に俺のトラックじゃないからもう辞めるし関係ないとか、お客様の評価ももう俺辞めるし別に評価されてもされなくても意味ないから関係ない、俺は早く帰りたいだけだみたいな。こんな感じのすごい単純思考になる人多いよね。それを避けたいじゃん。こっちも避けたいし、お客様に対して一番だし、
本人にとってもこれ一番良くないわけよ。あいつそういうやつだってなるから、会社の中で。視点の中で、例えば辞めるってやつが出ましたと。決まった瞬間に、もう俺あと1ヶ月しかいないんで、みたいな。なんかいきなり雑になりだして、顧客評価も最悪でクレームすごい来て、周りからもあいつ何も手伝ってくれませんとか、自分さえ早く帰れればいいやつなんですよってなって、会社の評価も最悪になる。周りの評価も最悪になる。結論、大体こう言われるけど、あいつ、ほんと辞めるって決まったらマジ自分のことしか考えてない自己中のやつだな、みたいな。昔はみんなのためにとか会社のためにこうしようとかあいつ言ってたのにマジ全部嘘だな、みたいな。こんな感じでやっぱ従業員としてなるわじゃん。ぶっちゃけ。そしたらその人のイメージ、実績としては、終わり良ければ全て良しの反対になるわけですよ。終わりが悪ければ全て終わるし。例えば3年間すごい頑張って働いたけど、終わりがそれになっちゃったら、あいつ最悪なやつだったなってなる可能性がある。その評判は、本人に言うとこういうわけ。でも辞めるんで別にもう関係ないんで大丈夫ですよ、みたいな。いやいや違うんだと。転職先でも、もしかしたらプライベートで付き合いたい人がいる中も、何かあった時に、全部その評価あなたに全部ブーメランで返ってきますよ。本当にこれ返ってくるから。だから、その人として、ここで言うならば人として、辞めるって決めた後の働き方があなたの人間性出ますからね。これが悪い人は、その後も活躍できません。それ、僕はずっと経営して人を見てきてそういう結論。事実。でも、辞めたって決まった後でも、ちゃんとその仕事終わるまで本当にやった人は、その後も割とうまくいく確率が激高。これ事実。そう言うとみんな、いや僕は辞めるって言ってからもちゃんとやりましたよって言うんだけど、自分がそう思ってるだけで大体外部の評価そうでもないこと多い。だからいつも俺が言うのは、辞めるまでしっかりやってください。しっかりっていうのはこういうことですって言うわけ。お客様に対してもこういうご指摘はダメです。こういうご指摘が逆に出たら、クレームが出たら、あなたは自分が辞めるからもうどうでもいいと思ってるんだなってこっちは判断しますよ。だから辞めてください。お客様にあなた辞めること関係ないんで。周りの従業員もそうです。あなた辞めるから会社の備品がどうでもいいとか会社の環境、美化がどうでもいいとかってなる人が多いんです。でも、それはそもそも続けるから綺麗にするっていう概念違うじゃないですか。辞めるって決まってから全くなんか応援に行かないとか、他のスタッフのサポートしてくれないとかってなった瞬間に、お前辞めるから自分のことだけでいいんだっていう風に判断こっちはしちゃいますからね、周りの人はと。だから全部辞めましょう。なので、裏を返すと、本当に辞めるの本当に辞めるのって思われるぐらいに、ちゃんと仕事をするぐらい、下手したらいつもの 1.5 倍ぐらい、そういうところに気をつけて、仕事やってくれますか残りの期間っていう。ちゃんとその話をした時に言わないと、向こうも話をするっていうタイミング、辞めるって意思決定して伝えるタイミング、ここで言わないと、ここは話だけ聞くわけです、ちゃんと。なぜならば自分も話言ってるから。ちゃんと伝えるっていう場になってるから。こっちもちゃんとそれを伝える。これはちゃんと握っとくと、ちゃんと綺麗に辞めてくれるわけ。でそうすると、会社としても、周りの従業員、同僚とかとしても、本当に辞めちゃうの？また何かあったら戻ってきてねとか、もしくは困った時あったら、連絡しても、できることはしてくれますよ。感情論でそれは喋っちゃいけないけど、仮に本人がね、引っ越し業界以外にうちだと転職して、引っ越しする時にアップに頼みたいんだよ。こういう人よくいるじゃん。ちゃんと辞めてたら、いいよ、安くやってあげるよ。社員割ぐらいの感じでね、やってあげたりできますけど、最悪な辞め方したやつだったら、絶対に連絡してこないし、こっちも連絡来ても無理って言っとけば、みたいな。正直そういう感情になりますよね。はい。それが結構出ちゃうんで、とにかく言うけど、辞めるって決まった後に、利己的に自分の顔を出す人は、それが本当の人間性なんですよ、やっぱり。こういう人間性だったんだってなることも多い。で、これを繰り返させると、他の会社でも同じことやるわけですよ。裏を返すと、ね、辞めるって決まってから、利己的だけに動く人って、じゃあなんで今までそうじゃなかったのって話になるわけじゃん。本性それなんですよって話。他人に思いやりがあるとかは全部作ってたわけ。辞めるって決まってても同僚でも思いやりがあったり助けてあげようとする人は、そもそもそれが人間性だから。でも、それがバンってなくなる人は、そもそもそういう人間性じゃなかったって話だっけ。そもそもそれって辞めるか辞めないかで、その助ける助けないとかないじゃんって俺は思うけど。じゃあそれってその会社のような評価のために生まれて人のサポートしてたんだみたいな話なわけ。人間性じゃなくてね。どんだけ大好きだった。例えば、彼女でも、最後の最後の終わり方が最悪だったら、絶対許さないとかってなる人多いじゃん。はい。友達もね。10年間すごい友達できたのに最後ズバッとここだけやられたら、この人一生付き合いませんみたいな人も多いじゃん。だからやっぱり終わり良ければ全て良しの逆で、終わり悪ければ全て悪しになって、そういうのじゃあ気をつけなさいよっていうことをちゃんと言うんですよね。まだ意思決定が 100% されてない状態の多分もうやめたいんですけどっていう思考のところのまず相談時の対応は離職止めたわけじゃん、本当は。はい。
って考えると、多分そこが重要なんだと思うんだけど、一つは、意思決定をする、決断をする以前にどうそういうのを察知するかっていうのがまず大事。意思決定、決断をする前にとにかくそういうアラートを出させる。最悪。っていうのは大事。どう気づくか。それが実際に言ったら、意思決定の前にね、やめたいと思ってるんですけど、みたいに来たら、普通に考えてまず一旦話聞きますよね、初動は。なんでそう思ってんのって。どうしたのみたいな。これは正直、本当に聞く。最初はアドバイスしない。とりあえず全部任せる。そうなんだ、つって。言っただけで結構スッキリするやつもいるね。やめたいと思ったけど、ちょっと頑張ろうと思いました、今。頑張ります、明日から。俺何もしてねえけどな、みたいな。まあ、一個はね。まず聞く。実際にその聞きながら何もこっちはまだアクションしないんだよ、初動は。だけど、実際考えてることは、背景とか、なんでそのやめたいと思ったのか、みたいな背景を探す。何が引っかかったんだろうな。なぜそれは思ったのかっていう背景を、その話を聞きながらこっちはちゃんと想像する。それも聞きながら、アドバイスはしないし、こっちはあんま初動は言わないんだけど、なんでそう思ったのみたいな。そうなんだ。何が嫌なの？ゆっくり、ちょっとだけ質問かまして、喋ってもらって、それで収まる場合もあれば、収まらなかったとしても、この人ここがネックなんだと。それを、問題解決を手伝うというか、サポートする。だから二つ、思考的なものと物理的なものがあるから、感情的なと物理的なものがあるから、感情的なものをまず返さないといけないから、頑張ってそのひっくり返さないといけないから、感情的なものはちゃんとこう対話の中でやっていく。で、物理的なものがあるんだったら変えられる部分があれば変えるし、でも物理的はね、あんまり極端に変えない方がいい。さっきの給料の話したから。確かにおかしいなと思うことがあれば変えればいいけど、会社としてでも全体考えたらこれやるべきなんだよな。でもこの人嫌だって言ってるなっていうことは変えられないじゃん。それを変えちゃうと、会社優先よりも個人優先になっちゃうから、周りが困っちゃうかもしれないから。だから、ちょっとそこは慎重に判断だよね。感情的なところをちゃんと怒ってあげた方がいいと思うから、例えばだからその、不満というか、ボトルネックを分解してって、本人と一緒に対話の中で分解してって、考え方をこう変えさせてあげるとか手助けをするっていうのが結構重要かもしれないね。簡単に言ったら、嫌だっつって、あれも嫌だ、これも嫌だっつって、やめてったら次の会社でもあれも嫌だ、これも嫌だって言うわけよ。散々見てきたから。だとしたら、そう、一つは確かに会社が悪いところもあると。仕組みが微妙なところもある、その個人にとって。でもこれはあなた変えられないじゃんと。あなたが。変えるとしても時間かかりますよねと。もしくは変えるんだったら、こう行動したらいいんじゃないですかって話なんだけど。でも、今すぐもし変えられるとしたら自分の考え方だけは変えられますよ。他人の行動はすぐ変えられないけど、自分の行動とか思考は頑張ったら変えられるわけじゃん。こっちを変えることによって解決ができる問題だったら、その解決に全力でサポートするわけですね。いろいろ喋りましたけど、まずやめたいって言われたら、それは意思決定、決断する前なのか、してしまった後なのかっていうのをちゃんと確認しましょうと。話を聞いて、まず前なのか後なのか。前だったら一旦話聞く。そうしながら背景とか、ボトルネックは何なのかって聞きながら推測する。でそれに必要な打ち手を打ちます。後だったら、ひっくり返せそうだったら、どうやったらひっくり返せるかを考えます。で注意ポイントとしては、安直には判断しちゃダメよと。要は、辞めると意思決定した後ひっくり返すのに、給料をじゃあ上げたら辞めないんだねとかって安直に判断するのは他方に影響がある場合があるんで注意しましょうと。どうしても覆らないなと思ったら、ちゃんと辞めさせる方法をどうしたらできるかを考えて協議、ちゃんとお互いに納得して話しましょうと。しっかりと終わるまでやってもらうように話しましょうって感じかな。言われたんだったらそれを今の順序の通り判断して、ステータスみたいなのを確認したら、それに必要な対処をしていくと。そんな感じですよ。はい。今話を聞いてどうですか？そうですね。一番重要なことでも、相手がどう思っているかを聞いてあげることが、最重要なことかなということが思いまして。はい。そうだね。はい、じゃあとりあえずね、一回ちゃんと聞くと。はい。その最初に言ったステータスをちゃんと認識すると。こういうところをちょっと気をつけて、もしまた次そういう機会があったら、意識してやってみてくださいよ。はい。聞くに徹します。皆様からいただくいいねや
コメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。